こんにちは、ずんだもんです。今回は一発屋さんかも。オラリラの古いイメージで一発の決め打ちでインストーラーを作ります。難しいのは嫌だけど、やってみたら動いちゃったを狙います。今回も面倒なのは嫌なので、これは全部フィクションです。こんにちは、ずんだもんです。今まではきちんと機種に合った機種番号を振ったり、Mac に合った USB 設定をしていましたが、どうしても難しくなりがちでした。今回はできるだけ間口を広げて一番簡単に動くだろうという設定をオラリラ .com からもらってきて試してみちゃいます。とっても簡単です。でも既製品なので直しが効きませんから、調整しながら自分のパソコンで動かすという設定ができません。そうしたい場合はそのゼロからマザーマシンを作って挑戦してください。それでははじめはフリーダウンロードマネージャーというアプリをダウンロードしてインストールしてください。これがないとダウンロード時間が相当長くなりますので、貼った方が便利です。さて次は実際にオラリラ .com からインストーラーをダウンロードします。このままブラウザでダウンロードするととても時間がかかるので、フリーダウンロードマネージャーを使って時間を短縮します。それでも2時間くらいかかるかもしれません。約 10GB なのでやっぱり大きいです。次にこのファイルを書き込むためのバレナレッチャーというアプリをインストールしましょう。それではインストール用の USB メモリを作りましょう。 32GB くらいの USB メモリを挿して、さっきインストールしたバレナエッチャーで書き込みます。USB メモリの性能でかなり遅い場合もあるので、できるだけ新しい USB メモリがいいでしょう。次は実際にインストールです。詳しく言えば300番台から500番台のチップセット向けにこのインストーラは作られていますが、直しが効かないので動くかどうかはやってみないと分かりません。差し込んで起動して起動選択キーを叩きながら起動選択画面を出します。こんなように USB メモリを選択して起動します。まずはじめにこのメニューボタンを選択しましょう。うまくいけばこの画面が出ます。ここではこのように外付けの SSD をディスクユーティリティを使って APFS で消去して、このように選択してインストールを開始します。何度か再起動する場合がありますが、このように USB からの起動を選んで外付け SSD からのインストールを選択します。最後にインストーラー
ルがなくなりますので、次は消去時に使えた名前の外付け SSD から起動します。インストールがうまくいけばこのような画面で設定できます。スキップできるものはスキップしていいでしょう。ここまでいけばほぼ成功です。ログイン後にやっておくことは最低限のこととして別のシリアル番号を取ることなどです。そのための設定に必要なオープンコアコンフィギュレーターをインストールしましょう。アプリケーションフォルダに入れたらきちんとアプリを動くようにしましょう。起動用の領域である EFI パーティションを USB メモリからコピーしてインストールしたオープンコアコンフィギュレーターで設定します。まず開いたのは SSD の EFI パーティションです。次に開くのが USB インストーラーの EFI パーティションです。このようにコピーしてフォルダの中にある設定ファイルのコンフィグ P リストをオープンコアコンフィギュレーターで開きます。ここで USB SSD からの起動であることが決まっているのでスキャン対象を USB のみにしておくとメニューが簡単になります。次にこのパソコンの場合ですが一部の項目を削除しました。一番大切なシリアル番号もこのようにして振り出し直せばいいです。設定が終わったのでセーブします。USB インストーラーを抜いて今度は USB SSD から起動します。起動メニューはこれだけ減りました。あとはログイン後に一通り設定すれば終わりです。とりあえずどのようなものかを触ってみるにはいいと思います。ここでの設定はあくまで多くのパソコンで動きやすいという設定なのでうまく動かない機能もあると思います。ここから先にきちんと調整していくといいと思います。長い時間見てくれてありがとうございました。